皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるニュースは、お隣韓国において、世界に冠たる軽貿易といって自画自賛していたムン・ジェイン大統領のその足元において、まさに医療崩壊が現在進行形で起こっています。この原因となっているのは、新型コロナウイルスのデルタ株の感染拡大が一向に歯止めが効かず、また病床なども圧倒的に不足している状態にもかかわらず、全く行動規制などをかけていないウィズコロナ政策が継続中という、まさに現状に合っていない政府の施策に問題があります。しかも現在においてはデルタ株の感染がまさに止められないような状況になっている中において、韓国においては新たな変異株オミクロン株についても、もしかしたらこの後感染爆発を引き起こしてしまうのではないか、そう思えるようなニュースなども同時に入っています。ムン・ジェイン大統領が世界のモデルケースとなるような貿易体制を誇っている軽貿易、今まさにどのような状況になっているか、早速ニュースを見ていきましょう。韓国では現在デルタ株の感染拡大が続いていますが、そこに持ってきて今度はオミクロン株が感染するかもしれない、そんなニュースが出ています。韓国で初確認のオミクロン感染夫婦、貿易当局に嘘をつき知人の車で帰宅。知人は400人の礼拝に参加。新型コロナウイルスの新たな変異株、オミクロン株感染者が韓国でも確認された中、オミクロン株初確認となった牧師夫婦が貿易当局の疫学調査に嘘の回答をしていたことが明らかとなった。インチョン市などによると、先月25日、新型コロナウイルス陽性と判明した後、オミクロン株への感染が明らかとなった40代の牧師夫婦は、疫学調査に対して空港から自宅に移動する際は、貿易用タクシーに乗って帰宅したと説明。しかし、夫婦は感染が確認された前日、ナイジェリアから帰国して自宅に移動する際、ウズベキスタン国籍の知人 B さんが運転する車に乗って帰宅していた。この事実は隠されていたため、知人 B さんは夫婦の感染が判明した先月25日以降も濃厚接触者には分類されなかった。しかし、その後 B さんに発熱などの症状が出たため、2回目の検査を受け、結局先月29日になって陽性が判明したため隔離措置が取られた。B さんは夫婦を車に乗せて移動した後、動き回っていた6日間、接触したのは家族や知人、職場関係者など87人に上り、接触者は検査を実施。このうち11人が濃厚接触者に分類された。さらに B さんは感染判明の前日、教会で開催された外国人対象の大規模プログラムに参加していたことも明らかとなった。このプログラムには中央アジア出身者など411人が参加。別の時間帯に行われた礼拝には信者およそ400人が参加していたことが分かった。夫婦が B さんとの接触事実を貿易当局に報告し、その時点で隔離措置が取られていたら、市中感染の危険性が抑えられたと指摘されている。同件について、貿易当局は夫婦を感染病予防及び管理に関する法律違反容疑で告発することを検討中だ。さて、オミクロン株が広がるかもしれないという最初のニュースだったわけですが、現在韓国で感染拡大を起こしているのはデルタ株です。下がらない重度病床稼働率。韓国の医療システムはオミクロンに耐えうるのか。新型コロナウイルスの新規感染者が5000人を超えた中、オミクロン株流入の可能性まで高まったことで、韓国の医療システムがこれに耐えられるかが懸念されている。病床の追加確保などの政府の対策にもかかわらず、重症患者病床の稼働率は急激に高まり、限界に直面している。政府の対策本部の集計によると、全国の重症患者病床の稼働率は 78.8%、1週間前の 66.2% から12ポイントを超える上昇だ。首都圏の状況はさらに深刻だ。重症患者専門病床の稼働率は 89.2% で、前日より 0.7 ポイントの上昇。首都ソウルは 90.7% で、周辺都市でも 88%、90%、さらには 100% に到達しているところなど、首都圏に近い非首都圏地域の病床稼働率も臨界値にあるため、首都圏の患者を周辺都市に移送するのも容易でないのが実情だ。政府は病床確保に力を入れているが、
現場はこれ以上絞り出せる余力がないと口を揃える。感染内科の教授は、現場では今コロナ患者が増加し、死者も増えたことでコロナで死亡した患者の遺体が火葬場がないため病院で待機しており、霊安室の冷凍庫が不足する状況にまで至っているとし、医療機関は大変なのに政府は深刻だと言うばかりで何もしていないと批判した。コロナ重症患者が多くの集中治療室を使用していることから、現場からは生きられる人だけを救おうという声すら上がっている。重症患者医学会はこの日談話を発表。病床が絶対的に不足している状況で、回復の可能性などについての適切な考慮なしに行われている現行の病床割り当て方式は、回復の可能性が高い患者の治療まで妨害しているとし、国際的に回復の可能性が極めて低いと合意された患者の集中治療室への入室を制限することについて積極的な検討が必要だと提案した。回復の可能性が極めて低いと合意された患者とは、末期臓器不全、重症の外傷や火傷、深刻な脳機能障害、末期がんの患者、生命を脅かすほどの重度の身体疾患を有する人、生存が困難な瀕死状態の患者などを指す。これについて専門家は、蘇生可能な人を選別して治療しなければならないほど今は危険な状況だということとし、誰を先に入院させるかの優先順位と責任所在をどうするのかなどについて議論する倫理委員会を設置すべきと指摘した。記事の中では、現在の状況に耐えられるのかと問いかけているわけですが、記事の内容を見ていると、もう全く耐えられませんよという結論が伝えられている内容となっています。もはや医療崩壊を起こしているよというこの状況については、数値としても現れています。ワクチン接種率は 80% を超えたのに、韓国11月コロナ死亡率8月の3倍に急増。8月と11月を比べてみると、韓国政府起因のリスクが明らかに。首都圏の新型コロナ重症者用病床使用率は 90% に迫る 89.2%。この日、ソウル聖母病院の重症者用病床は前日に残っていた最後の1床も埋まり、ソウルの他の病床も2日連続で満床だった。命に関わるどんなに急を要する患者でも重症者用病床の割り振りが不可能な状態だ。その他の病院においても37床のうち36床が使用中。ソウル大学病院は38床のうち5床、サムスンソウル病院は31床のうち3床が残るのみとなっている。首都圏で病床を割り振ってもらえなかった患者は842人で、このうち病床が空くのを4日間以上待っている患者は297人に達する。待機者のうち474人は70歳以上だ。病床が空くのを待っている間に死亡する例が急増する可能性のある状況だ。病床不足問題は全国に広がっている。周辺の都市では重症者用病床が1桁かもしくは全くないところも出ている状況だ。病床がないために新型コロナ感染者は治療を受けられず、新型コロナ感染者以外の患者たちも通常の治療が受けられないという事態の根本的な原因が結局政府の失敗にあるのは明らかだ。死亡者は早いペースで増えている。流行第3波の真っ只中だった今年8月は新型コロナ感染者53,659人、死亡者194人で死亡率は 0.36% だった。ところが11月は感染者85,974人、死亡者800人で死亡率は 0.93%。 この期間中にワクチンを接種した人は増えているから死亡率は減るはずなのに、逆に3倍近くも急増しているのだ。この現象について専門家らは、病床や医療従事者が不足してきちんとした治療を受けられないという要因が大きいとみられる。政府が病床を前もって用意できなかったためだということ以外に説明できないと話す。感染症専門家の間では、今回の事態で新型コロナ対応の政府に起因するリスクが如実に現れたという声もある。まさに軽貿易の崩壊といった状況に陥っています。皆さんにまず最初に伝えておかなければならないことは、今回のご紹介した記事というのは別に韓国について足ざまに悪く言おうとしているような、そのようないわゆるゴシップ誌などの記事ではありません。韓国の報道機関であるハンギョレと朝鮮日報の記事を引用し、韓国における状況がいかに深刻かということをあちらの国で伝えられている内容を皆さんにご紹介しました。
ですから彼ら自身がもうこれはとんでもないことが起きていると非常に危機感を持っている記事であり、決して何か大げさに伝えるような内容ではありません。実際問題、韓国は首都ソウルに非常に多くの人口が集中している状態ですから、そのような首都とその周辺都市において全くベッドが足りませんよ、新たな入院が必要な患者が発生した時においてももう首都周辺ではどこにも受け入れ先がないという状況に陥りつつあるわけです。ですからこの記事の中で出てきた命の選別をしなければならないという話は、これはトリアージと呼ばれるもので、助かる見込みのない人については残念ながらもう治療を断念してもらうというかなり危機的な状況に陥っています。このような命の選別をしなければならないほどの危機感が持たれなければならない状況において、政府の対応というものは非常に遅い状態になっています。本来であれば行動規制などをかけざるを得ないような状況なわけですが、感染者数が例えば1日5000人程度であれば、欧米基準で考えればあちらでは4万人5万人1日出ているような状況だから、韓国の方がまだ大丈夫だみたいな意見を言う人たちもまだいます。しかし本当に見なければならないのは感染者数が何人かといった話ではなくて、重症者が何人で、そして対応できるベッドがどれほど空いているか、そのことが本来では一番大事なのです。欧米各国においても感染者数は1日何万人ですよというレベルになっていたとしても、実際問題用意されたベッドが多いのであれば、重症者はしっかりと治療を受けることによって死亡者数については2020年の時よりもはるかに低い水準に収まっている国々がたくさんあります。それらの国々の特徴というのは基本的には医療崩壊をしていないから、治療を受けたい人が治療を受けられる状態なのです。しかし韓国の場合においては感染者数は欧米よりも1桁少ないにもかかわらず、病床が全く足りないで入院したくてもできないという状況に陥っているわけです。このあたり一体何が原因かといえば、基本的に記事で書かれているように、感染の大きな波が来た時に備えて病床を用意していなかった事前の準備不足というものがまさに政府の責任として問われているわけです。なおこのような状況にもかかわらず、つい先月のことではありますが、ムン・ジェイン大統領は韓国の防疫体制というのは世界的にも高く評価されたものであると自慢していたようです。このあたりかなり現実と彼の思っている韓国の誇らしい幻想というものには差があるように私には思います。そしてこのような状況というのを引き起こしているのはデルタ株なわけですから、今後においてもオミクロン株が感染力が高い状態で韓国で市中感染を引き起こして感染爆発を起こすようなことになれば、この状況というものはさらに悪化することが懸念されています。ただこの点については韓国においては全く別の意見も出ています。というのも、現在新型の変異株であるオミクロン株については重症化率が上がっているのかどうかについてはかなり懐疑的な見方もされています。というのも、南アフリカでもそうですし、またヨーロッパにおいてもそうなのですが、オミクロン株にかかった人たちというのは確かにはいるのはいるのですが、今のところ重症化して死亡した例というものは大量に発生しているわけではありません。ですから感染力は上がったんだけれども、実際のところデルタ株と対して脅威度は変わっていないかもしれないという話も出ているのです。この点について韓国ではまさに希望をかけている状況で、むしろオミクロン株の方が重症化率の方が下がるかもしれない。オミクロン株はもしかしたら我々を救済するような新型変異株かもしれないなどという具合にして、もはや起こるかどうかわからないものに希望を託している状況のようです。このように韓国が危機的な状況に陥っているわけですが、韓国を見習え見習えと言っていた日本のテレビコメンテーターたちが一斉に韓国については一切言及しない姿を見てみると、私は結構滑稽だなと思ってしまうものです。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひとも感想を書き込んでいってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。